イオンのしている BMW のブロワーモーター交換していきます。意味のないカメラワークしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウェストエンドです。はい、今日はこちらBMW X5 用のエアコンのブロワーモーター、こちらの動画で以前買いましたね。今日はその取り付けをしていきます。まずは現状の音からお聞きください。はい、スズムシのような心地いい音がしていますが、いろいろグリスを塗ったりしてね、しのいできましたが、もう限界に来ているようです。何回かこのチャンネルに登場していただきましたエレメントに乗っている先輩からもらいました。この配線はもうすぐスッと抜けます。以前 LED 化しましたね。はい、出てきました。アンモナイトのような形をしているこちらのブロワーモーター、これを取り外したいんですが、その前にその下手前についていますエアダクトのようなね、エアコンの吹き出し口、これを取り外す必要があります。星型のトルクスビット、パソコンとかね、そういったところにも使われたりします。ここまで大きくないですけどね。はい、それでは今日の本丸のブロワーモーター取り外していきましょう。はい、2つ外れました。3つ目は見上げていきましょう。この奥高くに左上に見えますね。こちらにございます。結構狭くて高いところにありますので、僕はこんな感じでね、エクステンション取り付けて外しました。そして4つ目のネジなんですが、最後のネジを外すとブロワーモーターがね、重さで落ちてきますので、手前3つ下側についているどれかを一番最後に外すのがいいと思います。はい、そしてここからが一番の難所。このように反時計回りになるようにして、知恵の輪のような感じなんですが、ブロワーモーターを落としていきます。もう結構狭い隙間を通らないといけないので、モーター部分がね、もうギリギリ通るか通らないかという感じです。取り出した純正のブロワーモーターです。BMW のマークが入っていて、ブランドは
バレオと書いてますね。メキシコで作られたようです。バレオ自体はフランスだったと思います。僕のオルタネーターをね、交換した時もバレオというブランドでした。そして右側が今回購入した社外品。こう比べてみますと、こちらは3つネジで止まっていますが、こちらはこのね、辺りになく上の部分、そして2つのネジで止まっています。ちょっとね、違いますよね。そしてこう反対側にして見てみますと、このファンの中の形もね、ちょっと違うんですよね。純正の方はこういう風に軽量化してるんでしょうか。こちらはもうね、全部埋まっている状態。高さもね、若干違います。ただ全体的なそのネジが入るところというのは全く同じ形状をしています。対策品なのか、それともコストを下げるためにそうしたのかちょっと不明ですが、実際に価格としては純正品新品で買うと3万円ぐらい、こちらの社外品は1万円ぐらいで購入しました。そしてこのレジスターですが、こちらもバレオと書いてあります。そして社外品の方はノーブランドということで、特に何も書いていませんでした。ですので eBay とかでね、純正品を探したい場合はバレオと、そしてブロアモーターとね、入力して検索すると出てくると思います。こちらはね、特に何もないですね。そして使われているネジにも違いがあります。純正品はトルクスのネジ、そして社外品、安い方はプラスネジが使われています。プラスすぐ舐めてしまうのでね、このトルクスがやっぱりいいですけどね。コスト削減ということでしょうか。ちなみに純正品のバレオのレジスター、こちらは一応保管しておこうと思います。ちょっと手が挟み込まれるほどではないんですが、なんか軽く回ったんですよね。ちょっともう一回やってみます。不思議にもコネクタを接続すると少し回ります。純正品もそうだったっけということで、今ね、もう一度純正品を使って試してみたいと思います。以前エバポレーター掃除した時にこれ外したんですが、それ取り付けた時に特に何もなかったと思うんですよね。はい、回りません。この社外品どういうことなんでしょう。今までいろいろこのチャンネルでも社外品つけてきましたが、ここまでいろいろね、仕様が違うというか、挙動が違うというか、パーツもね、形も違いますしね、違ったのは初めてでした。ただ包装自体はすごい厳重にされてきたので、ブロアモーターとしてのね、動きをちゃんとしてくれればいいんですけどもね。取り付ける際はレジスターが一番上になる方向に押し込んで、そして今度は時計回りに回転させるようにして持ち上げていきます。悪戦苦闘している映像を今ご覧いただいてますが、結構これ難しくて、と言いますのは、このブロアモーターに穴が開いていまして、そしてこの車両側に突起が出ています。そこに通すようにして持ち上げるんですが、ブロアモーター自体もね、すごい重いので、それで難しいというのと、この今ね、矢印出ているところが突起部分、そしてさらにその突起部分の横にこのブロアモーターがちゃんとはまるように、なんか溝が掘って入っていまして、そこに合わせるようにしてスライドしなければいけません。そしてこちら側を合わせた後、実は反対側にも同じように突起物とそれに合う穴が開いています。こちらが先ほど説明したところで、こちらが溝、そしてこの反対側にももう一つブロアモーター側に穴が開いていまして、そこにこの突起を通すと、これ全部同時にはめないといけないんですよね。それがきついところで、しかも重いブロアモーターやるもんなので結構難しいです。はい、そしてこのね、4つのネジをそのまま持ち上げたまま止めまして、そしてこのブロアモーター自体の取り付けは完了です。
それ以外のパーツも戻していきます。ちなみにこちらグローブボックス下のカバー、突起部分がこちらも2つあって車両側の穴にはめるような感じです。そしてこのプラスネジも結構舐めやすいので、もうね軽く締めるぐらいでいいのかなと思いました。はい、それでは社外品のモーターちゃんと動作するのか、イオンは消えたのか見ていきたいと思います。はい、ちゃんと風は来ています。交換前は結構低速域でイオンがしていましたが、交換後はどの風量でもイオンもなくちゃんと動作してくれているようです。それでは交換前の状態もう一度見てみましょう。はい、イオンも消えて快適にエアコンが使えそうです。ちょっとね寂しい感じもしますけどね。はい、この動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。3シリーズ、そして宮田もね、両方ともオープンカーで気持ちいい季節になりましたね。